大家好，大家好，我是トリードファファラスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日の文法は何々向けという文法を一緒に勉強していきましょう。N3 レベルですね。はい、では例文から見ていきます。はい、1つ目。皆さんこれは何ですか？カレーですね。レトルトカレーって書いてます。電子レンジでチンするとか、お湯で温めるとかするとすぐに食べられるカレーをレトルトカレーって言います。はい。で、このカレー、ここ皆さん何て書いてますか？読めますか？これは甘口と読みます。どんな意味でしょう？はい。カレーって普通はとっても辛いですよね。辛いものが普通なんだけど、このレトルトカレーはどちらも甘口って書いてます。これは辛くない甘い味がするカレーのことを甘口カレーって言います。はい、だから辛くないですよ。じゃあこれは誰のために甘口に作ってると思いますか？このカレーを作っている会社はどうして甘いカレー作ってるんでしょう？はい、これは例えばこのカレーは子供向けに作られています。はい、ここ何々向け使ってますね。はい、カレーとっても辛いと子供が食べることができません。子供は辛いもの苦手な子が多いですから、子供でも食べられるようにちょっと甘い味のカレーを作っていますよ。子供のために甘口のカレーを作られています。と同じ意味です。はい、じゃあもう一つ。はい、この料理はどこの国の料理でしょう？はい、ちょっと絵を見ると、はい、これはタイ料理です。皆さんタイ料理は好きですか？私はタイ料理本当にめっちゃ好きなのでよく食べに行きます。はい、でもこれ分かりますか皆さん？この食べ物ここにもあります。これグリーンカレーですね。これトムヤムクンですね。これ生春巻きだけど、これ日本語でパクチーと言います。はい、タイ料理ってパクチーがたくさん入ってるものが多いですよね。でも私パクチーちょっと苦手です。あんまり食べたくない。で、日本料理にはパクチーを使わないですから、日本人パクチー苦手な人とても多いです。はい。でもこのタイ料理屋さんは私大好きですよ。どうしてですか？このお店のタイ料理は日本人向けだですね。はい。例えばちょっとパクチーの量が少し少ないですよとか、小さく切って入れていますから味がそんなに分かりませんよとか、はい、日本人のために日本人でも食べやすいように作られているので、このお店のタイ料理は日本人でも食べられます。はい、日本人のために作られていますと同じ意味です。はい、じゃあこの何々向け、これはどんな意味ですか？これは何々のために、何々を対象にと同じ意味です。例えば、このカレーは子供向けに作られている。これは子供のために作られています。子供を対象にしていますよ。子供のために作っていますよ。と同じ意味ですね。はい、では接続見ていきましょう。ここ、何が入りますか？ここには名詞が入ります。で、皆さんちょっと気をつけてほしいのが、前は簡単です、名詞。ですが、後ろの形を気をつけてください。例えば、ここ、丸。文章が終わるときは、向けたになってますね。今度、後ろが動詞や形容詞。文章続いているときは、向けにを使います。名詞プラス向けに何々です。はい、最後、後ろが名詞の時。この時は何々向けのを使います。はい、ですから前は全部名詞ですね。全部名詞です。簡単ですが、後ろの言葉が後ろに何が来ますか？で変わります。ここ皆さん気をつけてください。はい、OK ですか？ではポイント見ていきましょう。はい、この何々向け、これのポイントは初めから何々のために作られているもの
使いますよ。はい、例えばさっきのカレーは初めから子どものために、子どもが食べられるために、子どもの食べやすいように、はい、作られているものですね。はい、初めから何々のために作っていますというものに使う文法です。はい、では練習していきましょう。1番、この文法の教科書は何々向けだ。はい、誰のために作られていますか？今度2番、何々向けのアパートに入居します。はい、これは住みますと同じ意味だね。はい、じゃあこれはどうですか？はい、まず1つ目、この文法の教科書は初級学習者向けだですね。はい、例えばみんなの日本語の初級1、2は日本語の文法の簡単な一番ベーシック基礎の文法の教科書ですよね。これは中級上級 N2、N1 レベルの人のために作っているものではありません。はい、あの教科書は初級の勉強をしている人のために作ったものですね。ですから初級学習者向けだです。はい、じゃあ2番どうですか？はい、例えば女性向けのアパートに入居します。はい、これはどうでしょう？このアパートは初めから女性のために作られていますと同じ意味です。女性のために作られているアパートに入居しますと同じ意味ですね。はい、女性が住みやすいとか防犯、危ないことが少ないとかね、そういう女性のために作っているアパートのことです。はい、わかりましたか？ではまとめていきましょう。何々向け、意味は何ですか？意味は何々のために、何々を対象にですね。はい。で、接続、全部名詞が入ります。ここには名詞が入ります。後ろ、何々向けだ、何々向けに、何々向けの後ろの、はい、文章とか後ろに何が来るかによってここの形が変わりますから、これも気をつけて覚えてください。はい、じゃあ最後ポイント。はい。初めから何々のために作られているものに使ってください。最初から何々のために何々を対象にして作っているものに使う文法です。はい、ここまで分かりましたか？皆さんでは復習しておいてください。お疲れ様でした。バイバイ。